ここに慰霊されているお仏さん、戦没者の方が助けてくれたのかなっていう。で、ここが校長室なんですね。で、ここに執務の机があってですね、執務中だったんですよ。で、揺れが来たと同時に大きいなと思って、これは子供たちに一時避難って机の下にもありません。それを指示しなくちゃならないなと思って、ここに、この職員室と、この間に放送マイクがあって、すぐ来たんです、ここに。スイッチ入れたらもう、電源が入んない。あ、そうです。はい。で、そのまま揺れがもうさらにひどくなったから、私はここから動けませんでした。ずっと揺れが収まるまで。で、ふっと見たら、2時48分させて私。だから、あいつが地震が来てから2分ほどして時計見たんですね。2時48分だなと。で、ずっとまだ揺れてて、揺れが収まるなと思ったらまた次起きるなって。また収まるなと思ってまた揺れて、確か大きな揺れが3回来たと思うんですけど、で終わったなと思ったら2時55分させた。私としても非常に長かったですね。どうして動けなかったって言っても、ここからいろんなものを降ってきましたから、ここにこういろんな歴代の PTA 会長さんやら校長さんの写真がこう落ちてくるし、こっちも色バラバラ落ちてくるし、外見ればもうガラスがね、2階のガラスが降ってきたもんだ。これは下手にここからちょうどこれがね、あれさ防具になって動かない方になる。でその時も教頭と事務官いたんだけど、最後まで校舎残ったのは私と事務官です。で教頭は多分揺れてる最中に子どもたち避難してきた学級もあると思うんだけれど、外に出てたんです。で2時55分に終わって入れ止まって、私もすぐ校庭に出ました。揺れが終わって335が集まってきました。で直ちに担任に人員点検させて、みんな大丈夫だと。避難して間もなく10分ぐらいしてですね、津波警報が発令されたというのは私はキャッチしたんです。防災無線が入ったから。でこの次は今度はここが2次避難場所だけど、今度は3次避難場所になったのがですね、そこちょっと台になってますね。そこの高くなってますね、小高く。あそこは新山神社って神社があったところなんです。そこに避難させろと。そこまで防災計画で我々の防災計画で明示してるから。でそこに避難させるかもしれないですね。ただその間にですね、もうここで校庭集合直後から親が迎えに来るわけです。心配で。で私は津波が心配だったもんですから、ちょっと引き渡すのにはね躊躇したんです。躊躇したんだけれど、とにかく津波来るから気をつけて避難してくださいというのを一人一人確認して渡してやって、まあ結果みんな OK だったんだけど、まあそれがちょっと心配でしたね。でこっちは子どもたちは上に上げろと。で我々職員の車がさっきあそこに駐車場だと、校庭に上げてこいということを指示して、大半の職員を取りに行かせたんですね。早く取ってきて車って言って行かしたらば、そこの道路に水が伝ってくるのを見たんですよ。ダメだって戻れっつって。で戻って私も追っかけて、そこの多分それが第一波だと思うんですよ。それ大体何時ぐらいだった？ですね、そこに戻ってきたのは3時15分だから、その直前だと思うんですね。3時もう14分とか
その辺だと思うんですけど、ダイパーその辺に来てると思いますね。でそこに上がって3時15分にですね、誰かが堤防を越えたぞと、波が堤防を越えたぞって言ったんですね。それはその新山神社は地域の避難場所にもなってるんです。でここダメだなって判断して、ご案内します。でここがダメだと判断して3時15分に判断して、すぐこっちの中高比こっちに逃げろって指示したんです。はい、ここにでみんなこうしたいる人たちは地域の人、保育所の先生、子供、あともちろん我々の子供、職員全部こっちに避難します。ここを伝ってですね、こう伝ってここに避難しますね。そしてもう人がいっぱいで子供少し上げたんですよ、ここ。はい、ここはまあ獣道ぐらいの程度の、まあその辺まで上がればいいかなとも最初ぐらい思ったんだけど、でここにいたらちょうどこの前がその船があるところが体育館なんだけど、はい、ちょうど真ん前でこっちからね、さっき言ったように海の壁が大体10メートルぐらいに見えたんですが、こう来て前にバキバキバキってね、民家を押し倒しながら流しながら当たったんですね。で目の前で体育館がそう当たったと同時にパタッと倒れて、ドーッと水が巻いてですね、たちまちこういっぱいになってきたわけですよ。でここも危ないなと、どんどんじゃあ上に上がれということで、ずっとこうこっちにこっちにと、私は一番下にいたから、上にだからだいぶ先頭の人は子供はだいぶ上に上がってたと思うけれど、で今度少しずつ上に上がってくると水かさが収まる気配ないわけですね。で最終的にもうその辺になっても2階まで来たの見えたから、つまりこれも埋まったんです、この辺も。水に津波に追っかけられるようにして逃げたんですね。こっちにこれずっとこうずっと伝っていたんですよ。でここでもう多分変だったかな、もう校舎の屋上に着くよと、もうすっかりもう2階も埋まってなったから、水その辺まであるわけですよ、その辺まで。でもまだまだもっと水かさが上がるから逃げろ逃げろってずっと下から追っ立ててやって、ずっとこの道沿いに行ったんですね。道沿いに行ったんです。もうちょっとこれ逃げた当時と変わりました。あ、そうですか。多分ここまで水上がったんじゃないかと思うんだけど、まあもっともほら人が歩ったから道ができたと思うんだけど、とにかくこれをずっと伝っていったんですね。はい、伝っていったんです。でずっと上まで行くとかなり急になるんですよ。はい、方向としてはここを少しまっすぐこう登って、で今度は右の方にこう上がったんですよ。右の方に上がったんです。そして出たところがさっきの峠の通りだったんですね。通りで、そしてうちの養護教員が分かってて、こっちを行くと下にクリーンセンターがあるよと言うんで、じゃあクリーンセンター目指して逃げろってずーっと道に出てから、こっちの方なんですけど、方角としては。でクリーンセンターに着いて4時半でした。だから3時25分に体育館が倒れて約1時間逃避行が始まりましたですね。
ここずーっと向こうの方から来たんです。もう結構上の方まで行ったんですそう上、頂上まで。もうそうです。あと下り坂でこう下り坂の途中でここに来たんです。ここでね、焚き火を。ここに3か所。ね、こういったゴミ置き場やったらこれ燃える廃材なんか結構あったんですね。だからずーっと火は起こしてて、でここでそうです、こうやって飛行機が飛ぶの見えるんですよ。で火を起こして夜見えるわけないですよね。でもで3つやったら見えそうですけどね。まあちょっとぐらい見えたんだけどね、全然何も、あっちの方に行ったな、あっちの静川がなとか、ずっとじゃあヘリが。来ましたよ。ずいぶん飛びましたよ。まあ中にはほら寝られないし、ずっと当たっててね。そうですね、震災以来そうです。懐かしいっちゃ懐かしいです。